厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は普段クラシックを聴かない人でも絶対に聴いたことのある宗教曲を10選ご紹介します。どこかで聴いたことのあるメロディーがたくさん出てきます。知らなかった曲があればぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは行ってみましょう。1曲目はこちらです。卒業式や表彰式などの式典でよく耳にする曲ですね。この曲はドイツ出身でイギリスに帰化した作曲家ヘンデルの作品です。オラトリオユダス・マカベウスの見よ勇者は帰るです。オラトリオとは祈祷室を意味するイタリア語です。その祈祷室オラトリオで行われる集会のために賛美歌が作られるようになりました。この賛美歌が大規模な音楽に発展していき、その音楽作品自体がオラトリオと呼ばれるようになったのです。今日ではオラトリオとはキリスト教的な題材による音楽劇のことを指します。物語を歌やオーケストラで表現するという点においてはオペラやミュージカルと共通していますが、オラトリオはオペラやミュージカルのような演技はなく、衣装や大道具もありません。しかしオラトリオもオペラと同じように一つの楽曲ではなく合唱や独唱などたくさんの曲によって構成されます。このユダス・マカベウスという作品は旧約聖書第一マカベア書などを題材にしたオラトリオです。しかし今流れている見よ勇者は帰るという曲はユダス・マカベウスの初演の時点では作曲されていなかった曲でした。再演した時に別のヨシュアというオラトリオのために作曲された曲を組み込んだと言われています。2曲目はこちらです。クリスマスシーズンによく耳にする曲ですね。この曲は同じくヘンデルの作曲したオラトリオメサイアのハレルヤです。このメサイアは新約聖書に記されるイエス・キリストの生涯を描いたオラトリオです。今流れている有名なハレルヤは第2幕の最後の合唱曲として登場します。合唱曲単独で演奏される機会も多いですね。日本で12月のクラシック曲はと聞かれるとベートーベンの交響曲第9番、通称第九を挙げられる方が多いですが、海外ではもしかするとメサイアと答える方が多いかもしれません。世界的なクリスマスシーズンの定番ソングになっています。日本でもクリスマス付近には様々なオーケストラがメサイアを取り上げていますので、気になる方はぜひ調べてコンサートに足を運んでみてください。3曲目はこちらです。こちらはアメリカ教会音楽の第一人者と言われるメイスンの作曲した「Joy to the World」。日本では「諸人こぞりて」という名前で知られるクリスマスキャロルです。メイスンは米国賛美歌の父と呼ばれるほどアメリカの賛美歌史上最も重要な人物の一人として知られます。実はこの曲は先ほどのヘンデル作曲のメサイアから着想を得て作られた曲と言われてきました。近年はメサイアとの関連性を否定する研究も発表されましたが、それでもヘンデルの諸人こぞりてというふうに言われたりもします。
4曲目はこちらです。この曲はオーストリアのオルガン奏者グルーバーの作曲したサイレントナイトです。日本では清しこの夜で知られるクリスマスキャロルです。この曲の原曲はドイツ語の賛美歌シュティーレナハトと言われています。この曲の作曲にはこんなエピソードが残っています。1818年の12月23日、教会の福祉祭のモールはクリスマスに向けての準備で大忙し。そんな時に教会のパイプオルガンがネズミにかじられてしまって音が出なくなってしまいました。このままではクリスマスイブの礼拝で歌う賛美歌の伴奏ができません。途方に暮れていたモール福祉祭のもとに来客がありました。貧しい農夫に子供が生まれたので祝福してほしいということでした。モール福祉祭は雪の降る夜、星空の下、農夫のもとに行って子供に祝福を与えました。そしてその母子を見てマリアとイエスを思い起こしたモール福祉祭は帰宅するとイエス誕生の詩を一気に書き上げました。そして教会のオルガニストグルーバーにこの詩につける賛美歌を作ってほしいと依頼しました。オルガンは壊れたままだったのでギターで演奏できるようにという注文もつけました。オルガニストのグルーバーは一晩中考え、ミサが始まる直前にこの曲を完成させたのです。実際はオルガンが故障した理由には諸説あったり、モール福祉祭が詩を完成させたのは実は2年前だったという説が濃厚だったりするんですが、聖なる夜のエピソードとして今も語り継がれています。5曲目はこちらです。この曲はドイツの作曲家バッハのカンタータ147番心と口と行いと生活での第6曲主よ人の望みの喜びよという賛美歌です。この曲は劇場版エヴァンゲリオンで使用されたことでも有名です。カンタータとはイタリア語で歌うという意味のカンターレから来た言葉です。伴奏付きの声楽作品のことで器楽曲でいうところのソナタにあたります。カンタータは特にバッハの時代のドイツではプロテスタントの教会音楽として聖書の格言や叙情詩、賛美歌などが盛り込まれた作品として発展しました。バッハは教会カンタータをおよそ200曲も作曲し、その多彩なバリエーションと完成度の高さからバッハの作品は教会カンタータの最高峰とされています。6曲目はこちらです。
の曲はフランスの作曲家グノーのアベマリアという声楽曲です。実はこの曲は先ほどご紹介したバッハの作曲した別の曲を元にした作品なんです。平均律クラビーア曲集第1巻第1曲プレリュードという作品で、詳しくはこちらの動画絶対知ってるクラシックピアノ曲編でご紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。ちなみにこのグノーの作曲したアベマリアは三大アベマリアの一つとして知られています。他の2曲はルネサンスの後期からバロックの初期に活躍したイタリアの作曲家カッチーニのアベマリアと、ロマン派初期に活躍したオーストリアの作曲家シューベルトのアベマリアです。他の2曲もとても有名な曲なのですが、カッチーニのアベマリアの方は実は近年カッチーニの作品じゃないということが分かりました。作曲したのはソ連の音楽家バビロフと言われており、そうなると作曲時期は1970年頃、現在まだ著作権が切れていない可能性の高い作品なんです。またシューベルトのアベマリアの方は古城の美人という歌曲集の中の一曲で、宗教曲ではなく歌曲ドイツリートとして分類されます。そのため今回の宗教曲編ではグノーのアベマリアだけを紹介しましたが、他の2曲も本当に素敵な曲なのでぜひ聴いてみてください。7曲目はこちらです。この曲はオーストリアの作曲家モーツァルトのモテット、アベベルムコルプスです。映画新エヴァンゲリオンで使用されたことでも有名です。モテットというのは短い宗教的な合唱曲のことです。このアベベルムコルプスも3分程度の非常に短い曲です。この曲はモーツァルトが35歳という若さで亡くなる半年前に作られました。素朴で飾り気のないシンプルな曲ゆえに厳かな雰囲気が引き立つ名曲です。8曲目はこちらです。この曲は同じくモーツァルトの作曲したミサ曲レクイエムの第8曲ラクリモーサ涙の日です。アニメハンターハンターで使用されたことでも知られています。この曲はモーツァルトが亡くなる直前まで作曲していた曲です。ラクリモーサの9小節目に入ったところでモーツァルトの作曲は中断されてしまいました。モーツァルトの死後、この曲を完成させたのはオーストリアの作曲家ジュース・マイヤーです。ジュース・マイヤーは同じく未完のまま残されたモーツァルトのホルン協奏曲第1番のロンド部分を完成させたことでも知られています。このホルン協奏曲第1番はこちらの動画絶対知ってるクラシック協奏曲室内楽曲編でご紹介していますので、ぜひそちらもご覧くださいね。9曲目はこちらです。この曲も先ほどと同じくモーツァルトのレクイエムの中の一曲で、第3曲ディエスイレ怒りの日です。このレクイエムという作品は匿名の依頼によって書かれたものでした。
依頼主の正体はシュトゥパハ伯爵でした。伯爵は頻繁にプロの作曲家をゴーストライターにし、自作だと言って披露していました。伯爵はこの年に亡くした妻の追悼として演奏するためにこのレクイエムの作曲を依頼したのです。しかし依頼から2ヶ月ほど経った頃、モーツァルトの体調は絶望的になり、そこからほどなくして亡くなってしまいました。モーツァルトは死を前にしてもなおこのレクイエムの作曲のことをずっと気にかけていたそうです。これまで絶対知ってるクラシック曲シリーズでは今回の宗教曲編を含めて6本の動画を出してきたんですが、モーツァルトの曲は6本すべての動画でご紹介しています。35年という短すぎる人生の中でもほぼすべてのジャンルで傑作を残したモーツァルトはクラシック音楽史上最高の天才と言われています。モーツァルトの生涯や代表作についてはこちらの動画に、そしてモーツァルトの天才エピソードについてはこちらの動画にまとめていますので、ぜひご覧ください。さて最後の10曲目はこちらです。テレビ番組や CM など様々な場面で使用される曲ですね。この曲はイタリアの作曲家ヴェルディの作品です。タイトルは先ほどのモーツァルトと同じレクイエムのディエスイレ、怒りの日です。ヴェルディはオペラの作曲家として有名で、その劇的な作風が宗教曲のレクイエムにも現れています。今回のレクイエムや先ほどのアベマリアなど宗教曲には同じタイトルの曲が多くあります。宗教曲はミサなどで決まっている歌詞を使って曲を作るケースが多いです。そのためタイトルはもちろん歌詞まで全く一緒でメロディーが別という曲がたくさん存在するのです。レクイエムもその中の一つでたくさんの作品が存在します。その中でも三大レクイエムと言われるのが今回のヴェルディのレクイエム、先ほどのモーツァルトのレクイエム、そしてフランスの作曲家フォーレのレクイエムです。フォーレのレクイエムはクラシックをあまり聴かない人には耳なじみのない曲かなと思うのですが、クラシックファンの中では非常に人気の高い作品の一つです。気になる方はぜひ聴いてみてください。いかがでしたか？何曲知っていましたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。この絶対知ってるクラシックシリーズは交響曲交響詩編、オペラオペレッタ編、ピアノ曲編、管弦楽曲編、協奏曲室内楽曲編も出していますので、ぜひそちらもご覧くださいね。動画の感想はぜひコメント欄でお待ちしています。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口となる動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団や演奏家の紹介や有名曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。